皆さんこんにちは。前回の動画ではですね、サーボのニュートラルのズレを防ぐ方法っていうのを紹介したと思うんですけれども、前回の動画見ていただければ8割ぐらいのニュートラルのズレは防げますよっていうお話をしまして、じゃあ残りはどこに要因があるんだっていうことになると思うんですけれども、今回はですね、サーボのニュートラルのズレを防ぐ方法、パート2ということで、残りの要因についてのお話と、それに対してのおすすめの製品について紹介していきたいと思います。前回はですね、サーボと、サーボマウントのズレによって、サーボのニュートラルが狂ってしまうというお話をしたんですけれども、もう一つの要因はですね、こちらのサーボホーンの、ズレというのが大きな要因になってきます。まずですね、サーボホーン、大体、キット標準についているのはですね、こういう樹脂のホーンが多いかなと思うんですけれども、この樹脂のホーンっていうのはですね、このセレーションっていって、このサーボの、ギザギザの部分、噛む部分ですね、これをこうくっつけるんですけれども、セレーションがですね、大きなクラッシュをしてしまうと、樹脂っていうのはちょっと柔らかいので、これが滑ってしまう、舐めてしまうんですね。で、このセレーションが舐めてしまうと、当然、真ん中についてたものがこう、ぐっとずれてしまうので、ニュートラルがずれてしまうんですね。で、まずこれが、ニュートラルずれの、要因の一つになります。でですね、もう一つは、これ今度樹脂のサーボホーンをですね、ちょっと今度オプションパーツなんかで入れたりして、アルミのサーボホーンなんかに変えたりすると思うんですけれども、そうするとですね、基本的にはここのセレーションのズレっていうのは、樹脂みたいにアルミだと硬いので、舐めなくなるので、ここのズレっていうのはなくなるんですね。で、そうすると今度どこがずれてしまうかっていうと、ズレとはちょっと違うんですけども、今度アルミのサーボホーンっていうのは、今度衝撃が加わると、ここのセレーションがずれない代わりに、今度アルミのプレートが歪んでしまうことがあるんですね。で、プレートが歪んでも、当然、ニュートラルっていうのは狂ってしまうので、ニュートラルのズレにつながってしまいます。基本的にサーボホーンのズレっていうのは、セレーションが舐めてしまって、ずるっと滑ってずれてしまう。で、もう一つは、ステーの部分、サーボホーンが、歪んでしまうっていうところですね。サーボホーンが歪んで、ニュートラルが狂ってしまう。この2つが、サーボホーンによる、ニュートラルのズレになってきます。で、これをですね、防ぐための、おすすめのパーツがあります。それがこちらですね。種類がいっぱいあるんですけれども、カーボンサーボホーンというものになります。こんなような、セットで入っています。これはですね、どういうものかっていうと、こういうカーボンの、プレートをですね、このようなアルミの部品でこう挟み込むような、こんなような、形のサーボホーンになります。これを使うと、なぜそのニュートラルのズレを防げるかって言いますと、まず先ほどの、この樹脂の本を使った時に、このセレーションが舐めてしまうという、部分なんですけれども、こちらはですね、このサーボホーンはですね、これは結構他の、アルミのサーボホーンが最近今どれもそうかなと思うんですけれども、クランプ式になってます。クランプ式になってて、両側をこのアルミの部品で挟み込む形になるので、これをつけた後に、ここをネジで留めるのは、当然なんですけれども、ここにもう一個ネジがあるんですね。ちょっと見にくいかと思うんですけれども、ここから、ネジで留めてあげると、クランプ式でこう、がっちり押さえられます。二重で2つのネジを使って留めているので、これをやってあげることで、サーボホーンが、セレーションで滑ってしまうっていうことは、まずなくなります。で、もう一つの要因なんですけれども、もう一つの、今度アルミのサーボホーンを使うと、
大きなクラッシュをした時に歪んでしまいますよっていうお話をしたんですけれども、これはですね、名前の通り、ここの部分、アルミではなく、カーボンを使ってます。で、このカーボンっていうのは、基本、それなりの、ものすごい大きな衝撃が当たると、まずパキッて折れてしまうんで、折れちゃったらもう正直、使えないんで、交換してください。で、それよりも少ない衝撃っていうか、ちょっとの衝撃だと、カーボンって、ちょっとしなりがあるんで、ぶつかっても歪まずに、しなって元に戻ってくるっていう特性があるんで、歪むっていうことがまずないんですね。で、大きな衝撃が来たら、折れてしまう。で、それ以外の衝撃だったら、しなって元に戻るんで、どんなサーボホーンよりも、ニュートラルが狂いにくくなります。でですね、ニュートラルがずれるっていうこと以外にも、このカーボンサーボホーンを使うといいことがありまして、それは何かっていうと、カーボンってものすごい、重量が軽いんですね。で、サーボホーンっていうのは、もちろんサーボが動いて、回転するものなので、回転物に重量があると、当然、振り子現象って言いますか、持ってかれるような動きをしてしまうんですね。で、特にこの中心から遠い位置、ここにだいたい、ピロボールなんかつけて、ここにステアリングワイパーがつながると思うんですけれども、中心から遠い位置が重いとどうしても振り子現象で、ステアリング振られてしまうんですね。で、そうすると、何が起こるかっていうと、だ残りしてしまったりだとか、車のステアリングの動きに癖が出てしまうんですけれども、このカーボンっていうのはとにかく軽いので、その振り子現象がほぼなくなるので、どんなサーボホーンよりも、癖が出にくくなります。それも、このカーボンサーボホーンの、特徴の一つですね。で、これいろんなさっき種類があるって言ったんですけれども、まずこちらのツーリング用のものに関しては、こちらですね。長さが3種類あります。順番に並べるとこんな感じで、16.5 ミリ、18.5 ミリ、20ミリっていうのがありまして、これ何の長さかって言いますと、ここの中心から、ピロボールつけるこの穴のピッチですね。ここの長さが、3種類弊社では用意してあります。で、ここの長さを変えると、何が変わるかっていうことになるんですけれども、基本的にはこの長さ、長いもの、今回これの中だと一番長いのが、20ミリになるんですけれども、ここのピッチが長い方が、サーボがちょっと動かした時にステアリングがいっぱい動きます。円運動の、視点からの距離が長い方が当然、円の動きが大きくなるので、ちょっとの動きで、ステアリングがいっぱい動きます。ということは、車はすごい機敏にクイックに反応するんですね。なんで、ちょっとサーボの特性とかで、ちょっとステアリングが物足りないなっていう時は、長いものですね。一番長い20ミリ。中心から、このピロボールのつける、位置のピッチが長いものを、試してみてもらうと、車がすごいクイックに動きます。で、逆にですね、短いもの。一番短いのが 16.5 ミリなんですけれども、こちらは逆に車が、ビクビク動きすぎちゃって難しいなっていう時に、ここのピッチ短くしてもらうと、今度は逆にですね、サーボいっぱい動かしたのに対して、長いものよりも、今度ステアリング動かなくなるんで、ステアリングの特性としてはマイルドになります。なんで、ちょっと車の動きが難しいなっていう時は、
短いもの、長いですね。こちらの短いものを試してみてください。でちなみにこの 16.5mm っていうのは、タミヤさんで一般的に使われている、ハイトルクサーボセーバーですね。あれのピッチと一緒になっているので、タミヤさんの車、タミヤユーザーさん、タミグラタミチャレではちょっと、うちのパーツは使えないかもしれないんですけれども、タミヤユーザーさんが、試してみるのには、一応ハイトルクサーボセーバーと同じこの 16.5mm、こちらが一応特性一緒になるので、こちらをお勧めいたします。あとはですね、こちらの2種類はまたちょっと別になるんですけど、これは12分の1用ですね。12分の1で、よく見る形になってまして、でこちらは、キンブロー製の、サーブホーンですね。あれに、一応穴ピッチが合わせてあるので、12分の1で使われる方は、こちらですね。12分の1を使ってみてください。であともう一つ最後に、これは一番最近出したものなんですけれども、こちらはエンジンカーのスロットル用のサーブホーンですね。なんでエンジンのスロットルとあとはブレーキに関わるところなんで、そこも当然軽い方が動きはエンジンの吹きは良くなりますし、ブレーキの、フィーリングも良くなるかと思います。エンジンカーのスロットルに、ご使用される方は、こちらの THO ですね、のカーボンサーボホーンを、つけてみると良いかと思います。前回の動画と今回の動画を見ていただければ、ステアリングのニュートラルのズレというのはほぼ防げると思います。初心者から中級者の方で、車がまっすぐ走らないっていうのは、一番運転難しくなってしまうので、この要素がなくなるだけでですね、かなり快適な時間を走らせられるかと思いますので、ぜひ今回の動画参考にして、まっすぐ走る車を作ってみてください。それではまた。